ごきげんよう、上川薫です。ロシア軍の冬攻勢は失敗したというのを前回の動画ではイギリスの分析をもとにして皆さんにお伝えしました。今回の動画ではいやいやそれは欧米の評価だろうという声に対してじゃあプーチン大統領がこの冬攻勢について満足しているかどうかについて取り上げていこうと思います。なお、親ロシア派の YouTube チャンネルや SNS のインフルエンサーの人たちはロシア軍は勝利を続けており近いうちにもゼレンスキー大統領は亡命を図ってウクライナは滅亡するだろうという話をしています。さてさて、そのようなネット上の親ロシア派の声に対してプーチン大統領はどのように考えているかニュースを見ていきます。プーチン大統領の考えを確認する前にまずは今日の戦況についてお話をしておきます。こちらは戦争研究所の発表しているマップで緑の丸印をつけているところが激しい戦闘が起こっているところです。バフムトの市街戦は現在もなお継続中、そしてその南、アウディウィーカーに対する攻撃が今最も激しくなっています。その南はマリンカ、そしてブフレダルと東部戦線に主だった戦場があります。今回の地図においてブフレダルには全くマークがついていませんでした。そのため、場所を示すために緑で印をつけておきました。ブフレダルに対する攻撃がなかったという点についても今回の話につながります。それでは主だった戦場についての話をした後で、プーチン大統領の冬攻勢に対する評価を見てみましょう。彼は狂ったバカだった。プーチン大統領はブフレダルへの攻撃に失敗した将軍を解任した。ルスタム・ムラドフ大将は東部軍管区の司令官としての地位を解かれ、ウクライナの指揮官から解任されたと、二人の軍事情報筋がモスクワタイムズに語った。解任されたと伝えられている将軍は左の人物。プーチン大統領に任命されるという栄誉を得ていた人物でした。シリア駐留ロシア軍の元司令官であり、後にナガルノカラバフの平和維持軍を務めた。50歳のムラドフは、ウクライナ東部での攻撃が失敗した後、解任された。2月にブフレダルの近くで、ムラドフは軍隊を地雷地帯に投入。ウクライナ軍の大砲からの攻撃を受け、わずか3日間で2つのエリート海兵旅団、36両の戦車を含む103個の機構戦力を失いました。これは映像資料を確認したオリックスによる損害確認です。ブフレダルの攻略はロシア軍がアウディイウカ周辺のウクライナの要塞を迂回し、ドンバス地方への広範な攻撃への道を開くことを可能にする可能性があります。しかし、ムラドフ氏の攻撃は失敗した。ムラドフは兵士に死を命じることができる狂ったバカだったので、停職処分になったと情報筋はモスクワタイムズに語った。多くの人が彼について不平を言った。ロシア国内にもいわゆる軍事ブロガーと呼ばれるような人たちがいて、これらの人たちはムラドフ氏による作戦指揮がいかにひどかったという話をしていて、親ロシア派の人たちの中でも彼に対する評価は非常にひどいものです。イギリスの国防省は、ムラドフ氏の指揮のもと、ロシア軍は1日500人の死者を出し続けたと見積もった。ムラドフは、地雷原や開けた地形を通り抜けて、少数の機構部隊で攻撃を繰り返し行いました。ブフレダルの近くでは何も達成しませんでした。と、軍事アナリストのコフマンは言います。しかし、前線の重要な指揮官の変更は、ロシア軍が進歩するのに役立つ可能性は低いと彼は言った。戦術を変えるという問題ではありません。軍事アナリストはこの言葉の後ろにきっともっと基礎的なところから勉強し直せみたいなことを言いたかったのでしょう。ムラドフ氏の地位の変化についてはこちら。去年の10月7日、東部軍管区司令官に任命されました。しかし、ロシア軍冬の攻勢の現場司令官としてブフレダル攻略に取り掛かったわけですが、この攻略作戦は完全に失敗。海兵旅団は壊滅し、ロシア軍の機構戦力を鉄くずに変えました。そのため3月26日、東部軍管区司令官を解任されるに至ったわけです。では、ブフレダルの戦いどのようなものだったか、2月から3月の1ヶ月における損失についての話をしましょう。バフムトにおいては人海戦術、特に歩兵による突撃の連続といったものが行われました。これは、傭兵部隊ワグネルが囚人兵を数万人規模でロシア全土からかき集めたことによる猛烈な攻撃でした。一方でブフレダルにおいてはワグネル主体ではなく、ロシアの正規軍主体の戦いでした。そこでムラゾフ氏は、ワグネルとの違いを出すためにも戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦力を投入することによってブフレダルを攻略しようとしたわけです。
しかし記事の中でもあったように、ウクライナ軍が仕掛けた地雷原地帯に突入させるなど、ひどい指揮のありさまで機構戦力を大幅に失い、兵士も大量に失うといった戦果全くなしといった結果を残したわけです。なお、彼の指揮下を離れた後のロシア軍の攻撃も、ブフレーダルに対しては行われているのですが、ロシア側の戦力が力尽きたのか、ブフレーダルに対する攻撃は下火になっています。さて、続いては、ロシア軍の攻勢がうまくいかなかったその代償として発生しているのが、ウクライナ軍の反撃をロシア軍も考えなければならなくなったということです。ロシア軍の冬攻勢が成功していれば、ウクライナ領内深くまで進むことができたわけですから、その場合、反撃作戦をどうこう考える必要など全くなかったはずです。しかし、冬攻勢が失敗したことにより、ウクライナ軍の反撃作戦がいよいよ始まろうとしています。これに際してロシア軍は、特にザポリージャ州から南進してくるウクライナ軍を意識して、重厚な塹壕陣地を築いています。このマップは民間の衛星写真を元にして、インターネット上の有志たちがロシア軍の塹壕陣地がどこにあるかを黄色い点で表しているものです。ザポリージャ州においては二重の塹壕陣地が築かれており、かなり堅い守りになっています。一方で、東部戦線においては攻めるロシア軍といったこともあって、塹壕陣地はあまり築かれてはいません。また、陸続きのザポリージャ州だけではなく、海からの侵入を考えてクリミア半島にも塹壕陣地が築かれていることが報告されています。こちらがクリミア半島の塹壕陣地の様子です。左がまだ塹壕陣地がほとんど築かれていない状態。そして右の方が新しい写真です。米軍であれば大量の揚陸艇を用意してクリミア上陸作戦を行う可能性はあるのですが、ウクライナ軍にはそのような戦力はありません。ですから、クリミア半島に対する上陸作戦はちょっとありえないかなと私は思うのですが、ロシア軍としてはもしかしたらといったことを考えて、クリミア半島にも塹壕陣地を築いているのでしょう。まあ多分これはほとんど無駄に終わると思います。ちなみに一部の海岸沿いの塹壕陣地には榴弾砲っぽいものも配置されている影があります。これは空気で膨らませたバルーンかもしれませんが、こういった用意をするぐらいにロシア軍は神経質になっているのかもしれません。イギリスはロシア軍の冬攻勢は失敗したと分析しています。そして親ロシア系のインフルエンサーたちは、ロシア軍は連戦連勝、ウクライナはもうすぐ滅亡するという話をしています。そして今回ご紹介した記事は、プーチン大統領が現場をどう評価しているかについてですが、司令官解任でした。もしも親ロシア派のインフルエンサーたちが言うように、ロシア軍が連戦連勝、ウクライナが滅亡するぐらいの、そのぐらいの評価をしているのであれば、司令官を解任することは私はなかったと思います。ただ、現場の指揮官を解任したということもあって、総司令官であるゲラシモフ氏に責任を問う声は上がっていないようです。これはプーチン大統領自身があまりにもこいつは無能だなと考えて現場指揮官を切ったのかもしれませんし、ゲラシモフ参謀長がこいつはあまりにもダメすぎるとプーチン大統領に報告したのかもしれません。まあ彼を誰もかばうことはできなかったでしょう。あまりにも多くの戦力を失いつつも戦果が全く得られていないのですから。彼の指揮のもとにブフレダル攻略だけではなく、マリンカへの攻撃やアウディーイウカへの攻撃も彼は指揮したのではないかと言われています。そして彼の指揮の下での攻撃はことごとく失敗しているそうです。ただ、こういう話をするとこの現場指揮官があまりにも無能すぎるから悪かったのではないかとそう思われる方もいるでしょう。しかし軍事アナリストが戦術だけの問題ではないという話をしたのにはもう一つ理由があります。それは総司令官であるゲラシモフ氏それ自身が東部戦線における総攻撃あまりにも戦略目標を多く立ててしまったという問題点があります。例えば現在の東部戦線といえば、バフムトやアウディーイウカといった極めて少ない場所を示していますが、東部戦線における総攻撃、さあ始まったぞという時においては、北はクピャンスク、そこから南へ下ってはリマンを目指し、その南、バフムト、アウディーイウカ、マリンカ、ブフレダルと、やたらめったらといろんなところで攻撃が加えられていましたから、これが何を示すかといえば、戦力が分散してしまったということです。どこか戦略目標を絞り込んだ上で戦力を集中的に投入すれば、ロシア軍の総攻撃はかなり危険なものとなりました。しかし、総司令官からして、おそらくはプーチン大統領に、あそこもここも取れといったような、やたら多い要求を
受けてしまったために戦力を分散させるような総攻撃になってしまったのでしょう。ですから、どこか一つで大きな戦果を得るような命令の出し方をしていれば、もうちょっと結果は違ったかもしれません。そうした意味では、プーチン大統領もゲラシモフ参謀長も、自分たちの戦略を立て方があまりにもまずかったことについては、一旦棚上げした上で、現場の指揮官が無能だったというふうにして、責任をなすりつけた感じだと思います。そして、今回の総攻撃失敗において一つ問題がロシア側で発生しています。それは、バフムトにおいては囚人兵の屍の山を築いたワグネルなのですが、結局のところ彼らしかまともな戦果を上げていないというような状況になりつつあります。そしてこのことがロシア国内の政治上の問題を引き起こしています。傭兵会社ワグネルしか戦果をまともに上げていないよ、正規軍は一体何をやっているんだというような話はニュースとしても伝わってくるのですが、このままだとワグネルの頭目プリゴジン氏の発言力が強くなることを懸念して、ロシア国内で新たな傭兵部隊の立ち上げというものが進んでいると言われています。プリゴジン氏はここ最近ではよく正規軍が邪魔をして弾薬が届かないといったような話をしていますが、プーチン大統領自身がこれ以上ワグネルに何かやらせるのではなく、新しい傭兵部隊に華々しい戦果を与えて、そちらの方をもっと強化しようと考えているのであれば、ワグネルに対する弾薬供給が絞られているというのも納得のいく話です。このあたりはプーチン大統領にとって誰か一人がやたらと活躍することに危険性を感じているのかもしれません。とはいえそのような内輪もめをしてくれていた方が基本的にはウクライナ軍にとってはつけ込む隙があるというものですから、ロシア軍内部での責任のなすりつけ合いであるとか権力闘争が進むというのは基本的にはロシア軍の弱体化が進むのですから歓迎すべきことだと言えるでしょう。というわけで今回はロシア軍の冬の攻勢失敗。さあ、これをプーチン大統領がどう捉えているかについてのお話をしました。プーチン大統領は冬攻勢の結果に満足していません。彼は現場指揮官を解任しました。しかし彼自身は軍の行動に介入しすぎるために結局ロシア軍がおかしな行動をしていることには未だに気づいていないようです。そしてどうせならこのまま気づかないでロシア軍が衰退していくのを見守っていきましょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また役に立ったなと思う方はぜひとも SNS 等での拡散をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。